でも普通に食えとるじゃん。干し芋みたい。干し芋？いただきます。こんな風なんだ、干し柿って。干し芋みたい。渋い。結構もういいんじゃないこれ。っていうかなんかちょっとクモの巣張ってるんだけど、まあこんくらいは全然大丈夫っぽいけど、ちょっとなんかこれとかなんかそうです。うわ雲垂れ下がってきたわ。まあまあまあでもこんぐらいの板なんかね。でもどうなの？なんか硬さ確かに硬い？ちょっと硬い。なんて言うんだろう。まあこんなブニュブニュってわけでもないし、ちょっと硬い、しっとりしてるっていうか。でもこれとかなんか真っ暗だけど、これカビって待ってます。でもこういうのは種だったりなんだろう。まあちょっとこんなもんなんじゃね。そう、こんなもんなのか。一回まあとりあえず持ち帰って普通のちょっと商品のあれを買ってみて比べて食べてみるか。とはいえ多分これ単体で食っても普通の干し柿の味をそんな知らないからわかんないかな。これ落としたらおしまいですよ。腕にかけて。ちょっと怖いな。こうやって取るときにこっちヒュルーっていくと。触ってみ。結構来ない。ねえ。第2からいっぱい作れる。よし、収穫。見た目はでもまあこんなもんなのかな。こういう感じで普通の干し柿じゃん。そうじゃない。なんかちゃんと干されてる感じがするけど、色だけが怖いよね。これこうやってやっても落ちないから、カビじゃないわ。あ、カビじゃない。カビならこうやって簡単に落ちる。あ、そうなんだ。あ、ほんと落ちない。種とかかなじゃあ。いや、なんかそういう成分らしい。種の渋の素がそこに出て。じゃあとりあえず持ち帰って家で食べてみようか。いやー、干し柿食えるかな。柿自体苦手だけど自分たちで作ったやつ美味しく食える。持ち帰って干し柿。なんかおばあちゃん言うにはまだって言ってたね。でも持ってきちゃった以上はもう食べるしかない。せっかくなんで。結構干し味が硬かったから。そうなんだよね、多分ね。硬いけど。ああ、硬い。初めて食べる。あれだ。干し芋みたい。干し芋？こんな風なんだ、干し柿。干し芋みたい。渋い。そう。もうちょいだ。外れに当たったんじゃない？それかも。まあでも確かになんか干し芋って感じで確かに似てる。でもあんま好きじゃないな俺やっぱ。やっぱフルーツはやっぱみずみずしいのがやっぱ美味しい。でもちゃんと甘みあるじゃん。パンと。そう、意外とじゃあこんなもんだ。あ、こんなもんだ。あれ意外と成功したんじゃん。あ、マジ？まあでもめちゃくちゃ白かった
渋学がこんな風になった。一番渋さを身に染みて分かってる、男だからね。やっぱ全然違う。全然違う。でも吐きが羽がない。あ、確かに。うん、消えとるこれ。確かに、どこ行った？ちょっと中がほんとこのねっとり感っていうか、うん。確かに干し柿感。全然美味しくできたじゃん。うん。あんだけさらしちゃうようだったら収穫してほんとだね。作った方がいい。ホームセンターで柿の皮むき器とかあったんだよ。俺でも大量生産してみる。ブラーいっぱいある。大量にね。このままじゃとても渋くて食えないけねえ、絶対今あげてみて。あ、やっぱちょっとある。でもうちょっと干してもよかったんだ。もうちょっと遅い時になった12月になってるああ、なるほどな。おお、でもほんと今後じゃあ大成功じど。そうだね。初めてです。じゃあゃん。ねえ、普通に食べれるぐらいにできたじゃん。食感とかは完全に干し柿になってる。うん、じゃあ残りはまた動画ガイドで食べようか。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。うわ、ほんと結構うんこ溜まっちゃったね。知らんうちに。あげようか。しっかりここで生活してる。ねだんだんほんと寒くなってきたけど、うヤギたちの毛もどんどん冬仕様になってん。そうだよね。一個伸びてね。これあれで。小屋の外とかはね、毎日拭き掃除とかしてるけど、こういう藁ある側ってやっぱ藁もあるもんでハクに吐けんからさ、そかといって毎日藁入れ替えるわけにもいかんし、う。わらもね、限りがあるかそうどうしても藁だけはちょっと時間空けての入れ替えになっちゃうから。ほんと朝寒いもん。朝今日朝餌やりに来て2度だったもん。ほんと朝はね、だんだんマイナスになってくるよ。まあ、ほんとヤギはもともと山にいたような動物だからそうそうそう。寒さにはすごい強いんだよね。めちゃめちゃ強い。行きつけのその獣医さんもこうチャンネルをうん見てくれてて、うそうその獣医さんに「この小屋はどうですか?」って「もうちょっとなんか対策した方がいいですかね?」って言ったら、まあ、そのヤギは寒さには強いから今の小屋で全然問題ないよって。ただその湿気とか、そういうのの対策だけちゃんとしてあげれば、あと見た感じ全然大丈夫だと思うって言ってくれて。そうね。まあもともと湿気対策をメインでこの小屋設計というか作ったから、こう床上げたり割と通気性良くしたりしといたから、まあ専門家のね先生が言うなら寒さ対策はそうそうそう。まあ大丈夫そう。本当なマイナスな？マイナス20度とかなんかそう、確かにそん Google ぐらい。で見た気がそう。そこまでは全然耐えれるというか生き物だから全然。普通に生活できる。あんな可愛い顔って実は強い動物よ。ねえ、どうともなんだろう。そうすごい。そういう意味ではまあ一番ヤギに飼う上で注意するのはやっぱ寄生虫だって。そこをしっかり見てあげてれば基本的に結構長生きする動物だ。先生は言って
る感じや。あ、これはすごい量の藁だな。うんあー、やっぱすげえわ。藁厚く引いた分下のところはおしっことかがわからんけど、うん濡れとる。結構な匂いやな。どうせどうせああ、洗いたての板に早速どうせどうせ塩を飲めどうせ塩を飲めそれカメラダメよ、カメラ舐めちゃう。そう、塩舐めてよし、やわらを入れてあげるか。なんだあんたたちの寝床よ。
とまた砂を砂ここに下にあれでもいいかもね。今回かなり深く本当だね。めちゃめちゃふかふか。だからバランスが悪いな。平らに一箇所だけ膨らまして。そこは多分、そしたらノーゼが多分、そう一番高くトラ君こっち来るかい？こっちあるよ、桑の葉。これ食べる？食べるって。ちょっと待って。痛くしてあげる。いいの、下落ちてんのでいい。下落ちてる。これはあと小屋に入れてあげるご飯だから食っちゃいかんね、それ。やめてよ。ちょっとこれは違うんだよ。下に落ちたの食べてる。そうそうそう。まだいっぱいあるよ。いっぱいある。そういうの食べて。そう、いい子。ローゼも来たじゃん。ローゼ全部食っちゃいそうだな。ローゼ早いね。ほらね、ローゼは見つけるの早いよ。食べちゃダメよ、ローゼ。ローゼ、ローゼ、ローゼ。自分のご飯がなくなるに。ローゼくん。ローゼ、ちょっと待って。はいはい。